はい、こんばんは。はるけです。今回は FC プロオープンで使われている選手たちを紹介していきたいなと思います。現在開催中の世界大会になります。予選が終わりですね。またウィーク1、ウィーク2と開始をされているわけですけれども、今回はそちらを対象にして主要選手をまとめていきたいなというふうに思います。やはり海外のトッププロの方たちが使っているということで、現環境最強の選手たちになるんじゃないかなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらが FC プロオープンウィーク1、ウィーク2で使われていた、使用率が高かった選手になりますね。スタメン11人は特に使われていた選手たちになります。まずは順に紹介をしていきます。まずはアリソンですね。キーパーはアリソンが、予選の頃から多くてですね、特にここは変わらずという風な形、ケミだったりとかもあるのかもしれないですけれども、非常にアリソンがよく使われて、ました。で、そして右サイドバック、カンセロですね。このトレイルブレイザーズ、開拓者のカンセロが非常に多かったと、思いますね。かなりやっぱテクニカルも持っていることによって、サイドバックからの持ち運びという風な部分でも、世界大会で活躍を、していた、そんなサイドバックになります。相手というか、その試合で、見ることが非常に多くて、逆に見ないかった試合はなかったなというぐらい、今作は、今の現状ではですね、カンセロが一番使用率としてはサイドバック、両サイドバック合わせて、高いなという風な印象ですね。で、そして、2センターバック、ミリトンとダイクですね。ダイクは、予選の時から変わらずですね、もう本当に 100% ですね。本当にみんながみんな使っていますし、やっぱりダイクの取り感っていうのはね、世界大会を見ててもですね、非常に素晴らしいものが、ありますね。一応 TOTW とかあるんですけど、おそらく金じゃないかなというふうには思います。まだまだ現環境でも最強クラスのセンターバックになりますね。で、その相方を務めるのはミリトンが多かったですね。また後でついで使われている選手を紹介したいと思うんですけど、多分平均を取ると、ミリトンが多いかな。まだまだ予選の時からここも変わらずですね。使用率というのは高い選手になります。で、そして左サイドバックはメンディですね。メンディが、LB だと一番使われていたかなというふうに思います。やっぱりケミ的な問題でもね、優秀な選手にはなりますし、能力以上の強さっていうのがね、まだまだある選手にはなります。やっぱり世界大会、トッププロの方たちでも、愛用をするぐらいの選手にはなるんで、本当に力がある、サイドバックだなというふうに思います。で、そして 3CM ですね、レディオアクティブのバルベルデ、そしてプテジャス、そしてロナウジーニョ、サンダーソラク、アイコンですね。この3名に、なってます。特に平均を取るとこの3人が多かったですね。プテジャスに関してはですね、ウィーク1、ウィーク2、グループ A、グループ B ともにですね、もう本当に予選の時から変わらずですけど、もう本当に使用率っていうのは 100% ですね。金しか出てないんですけど、金でも脅威を与えれる中盤の選手、もしくはやっぱり LW の選手になるので、明らかに、こういうのもまだまだ、世界大会では出てくるんじゃないかなというふうに思います。ですね、グループ A と B、ウィーク1、ウィーク2でロナウジーニョ、バルベルデの使用率っていうのは、結構異なって、ました。ロナウジーニョはですね、ウィーク1かな、先々週2週間前に行われていたグループ A の、試合ではですね、非常に多くの方が、ほとんどですかね、全員がロナウジーニョを入れたスカットで戦って、ました。サンダーソラックがね、開始をされていた、明らかな新選手というふうなことで、使われていたのかもしれないですし、非常に世界大会で脅威をね、与える、存在で、やっぱロナウジーニョだけ決定力とか、もうドリブルの運びとかっていうのがもう全然違うくて、改めて最強クラスの選手なんだなというふうに思いましたね。で、逆にウィーク2、直近ですね、昨日とかかな、行われていた、ところでは、ロナウジーニョはちょっと外れては、いたんですけれども、このレディオアクティブのバルベルデが非常に多かったですね。こちらもほぼ 100% ですね。TOTW の方もおられたかもしれないですけれども、レディオアクティブを使っているっていう方もおられました。やっぱりこちらも新選手っていうようなことと、多分おそらくこれからの世界大会、ウィーク3、ウィーク4と多分続いていくと思うんですけど、その中でもおそらくこのバルベルデはめちゃくちゃ使われてくるんじゃないかなっていうのは、思いますね。本当に守備の強度だったりとか、
あとは攻撃の部分でのこうスピード感だったりとか、っていうのがね、ある選手で本当に攻守ともに活躍をしていたなという印象を受けます。で、そして、3トップですね、開拓者、ハンセン、金のエムバペ、そして金のビニシウス、この3名に、なってます。まあ、ハンセン、はですね、この人も予選と変わらずですね、使用率は 100% ですね。まあ、プテジャスとのケミの合わせっていう風な、部分。まあ、逆もあると思いますね。ハンセンを使いたいからプテジャスも入れるっていう。そうやっぱりバルサ女子のケミの合わせ方っていう風なところと、やっぱりハンセンの強さっていうような部分もありますし、こちらね、金も、金でも使われて、ましたんで、まあ、金の時から強くて、まあ、この開拓者を使っている方もおられました。まあ、最強ですね。で、そして逆サイド、ビニシウスですね。まあ、ビニに関しても、まあ、予選の時もですね、自分は動画を作ったんですけれども、そちらから、比べると、かなり使用率は上がった選手かなと思います。もちろん強さっていうのはあると思うんですけれども、まあ、あと、ケミもね、そんなに難しくはないんですけど、自分的にはやっぱこう、レディオアクティブのバルベルで、ここの対等が、ちょっとでかいんちゃうかなって、思ったりはします。もちろん、ケミ面はもうあまり関係ないと思うんですけれども、まあ、ただ、ドッとビニシウスが増えたなという印象をね、受けたので、まあ、そういうバルベルデ効果っていうのはあるのかなっていうふうに思います。まあ、サイドアタッカーとして本当にスピード面だったりとか、ドリブル面でね、こう、世界大会では活躍をしてましたし、まあ、PK を生んでくれるシーンとかもね、あったんで、本当に素晴らしいなというふうに思います。で、そして中央、エンバペですね。まあ、バペは、本当にもうみんながみんな使っていて、ハンセンだったり、プテジャスだったり、ファンダイクだったりとかと同様にですね、の世界大会でもナンバーワンの使用率を誇ってるかなというふうに思います。まあ、この予選から、こちらも変わらずですね、ウィーク1、ウィーク2、まあ、グループ A、グループ B の選手たちもですね、非常にみんながみんな使っていた、そういうカードになります。で、そしてついで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。キーパーはファンデルサールですね。サンダーストラックの期間中に来てですね、1人、2人ぐらいはいたかな、っていう風に思います。で、多分アリソンの次に多かったのはシュマイケルですね。このシュマイケルが非常に多くて、まあ、アリソンの次に多分使われていたかなという風に思います。で、そしてセンターバックとしては、ファンダイクは先ほど言った通り、ファンダイクはほぼ 100% になっているので、ミリトンの方が変わるかどうかという風なことになります。ミリトンか、まあ、ルシオ。ルシオもですね、1人2人はいたかなっていう風には、思います。まあ、かなり強いセンターバックになりますし、あとはクンデかな。クンデは多かったですね。ミリトンかクンデかみたいな、そういう風な組み合わせが多かったですね。ファンダイクとクンデ、もしくはファンダイクとミリトンみたいな、そういう風な、まあ、2センターバックのコンビが多くて、まあ、組んでもですね、非常にこう、センターバックとして足が速いっていう風な、ところと、まあ、フィジカル面はね、あまりこう、今作はちっちゃいんですけれど気にならないっていうセンターバックになるので、まあ、おすすめかなという風に思います。一応、組んでは金でも、使われて、ました。で、そして続いてはサイドバック関係ですかね。LB と RB、このデイビスとハキミですね。この2名。どちらも金だと思います。デイビス、サンダーストラック来てるんですけど、金だと思いますね。やっぱりスタメンっていうよりかは、この2人はスパサブとして、使われてましたね。後半60分、70分ぐらいから、まあ LB、メンディーに変えたりとか、あとはまあカンセロのところをハキミに変えたりとかっていうしてる、まあプレイヤーが非常に多かったなという印象を受けます。まあベンチにはこの2人とも、多分多くの方が入れて、ましたね。で、そして、モドリッチですかね、中盤モドリッチ。まあ、サンダーストラックアイコンのロナウジーニョ、ここウィーク1、まあ、グループ A でよく使われてた、まあ、ほとんどの選手が使っていたというふうに先ほど紹介をしたんですけれども、ウィーク2、グループ B 直近のではですね、ロナウジーニョが外れて、モドリッチが非常に使用率が高かったです。この3名、この 3CM っていう並びがめちゃくちゃ多かったですね。なんでかなりモドリッチも、まあ予選の時のビニシウスと同様にかなり使用率は高くなった選手かなというふうに思います。まあ、かなりこうドリブルも軽い選手にはなりますし、あとはインターセプト92もね、あるんで、十分守備もできる選手に、なります。なんで非常に素晴らしい。総合値もね、93もある選手にはなるので、まあ、ちょっと直近のグループ B の戦いではモドリッチがめちゃくちゃ使われていた。
ロナウジーニョじゃなくて、同じポジションではないと思うんですけど、変わって、モドリッチが入ってましたね。で、そして、あとはベリンガムですね。ベリンガムも、モドリッチじゃなくてベリンガムっていう風なところではあるんですけれども、ただですね、1人、2人3人とかかな、予選の時はね、ほぼ 100% だったんですけど、ちょっとね、ベリンガムの使用率っていうのは、このウィーク1、ウィーク2ではですね、落ちたなという印象を受けます。ベリンガムがいるんだったら、モドリッチの方がいたので、全然。で、バルベルデだったりプテダスは 100% でっていう、そういう感じにはなるんで、ちょっとね、ベリンガムは予選の時から、使用率落ちたなという風な印象ですね。で、そして、スパサブかな、こちらもネイマですね。ネイマ。ネイマに関しても、なかなかケミを合わせるのが難しいのと、あとはビニシウスの台頭ですね。なんで、ここで左ウィングっていうのは、埋まってしまいますし、使われるならスパサブが非常に多かったかなというふうには思います。で、前線の選手としてはですね、デンベレですね。デンベレもスパサブです。スパサブとして非常に使われていて、スタメンで使われている試合っていうのも、なくはなかったんですけど、ほぼほぼやっぱり右ウイングはハンセン一択だったので、その中で、スパサブとしてはね、非常に強い選手にはなりますし、豪華な戦車と思うんですけれども、スタメン起用というのはそこまで、なくって、ついで使われていた選手というふうなことになります。で、そして続いて TOTW のソン・フンミンですね。おそらく TOTW だと思います。多くの方がこの今週のね、プレイスタイルついてたので、トレイルブレイザーズではないかなっていうふうに思います。で、ソンに関してはですね、スパサブ同行っていうわけじゃなくて、十分スタメンで使われている試合がありました。本当に多かった。使用率全然ね、70% とか、普通にそれぐらいあるぐらいに多くの方が使ってました。ウィーク1、ウィーク2では。なんで非常にね、この人も使用率高まったなという印象を受けます。モドリッチとか、そういう風な感じで予選の時は使ってるのは使ってたんですけど、ただ、非常にこのウィーク1、ウィーク2での使用率っていうのは予選の使用率以上にめちゃくちゃ使われるようになったなという印象を受けましたし、世界大会でも十分その決定力っていうのを発揮してましたね。やっぱ損だから決まったみたいな、そういう決定力もある試合もあったんで、もちろんね、ビニとソン・フンミンの共存っていうのもあったんですけど、ロナウジーニョがいなくなって、ロナウジーニョのところにビニとか、それでフォメとか442とかに変えて、ソンのケミもね、やってみたいな、そういう感じが多かったかなっていうふうには思いますし、それぐらい、ソンもスタメン級のね、選手にはなってました。使用率っていうのは十分高かったですね。という感じで、こちらが FC プロオープン、ウィーク1、ウィーク2で、使われていた選手たちになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。